もしあなたのお腹の子供が亡くなって病院にその理由すら教えてもらえなかったら、2023年7月10日、アメリカジョージア州リバーデイル、ある病院の一室で若い夫婦がガラス越しに我が子と対面していました。ブランケットに包まれ眠っているように見えるその姿。お願い、一度だけ抱かせて。涙ながらに訴えるのは数時間前に第一子を出産したばかりの女性ジェシカ・ロス。ガラス越しに見ていたその子は分娩中に命を落としたのです。夫婦はたとえ亡くなっていても我が子を抱きたいと申し出ますが、病院はガラス越しの対面しか許しませんでした。その理由は病院があることを夫婦に知らせていなかったから。そう、その子のブランケットの下の首が引きちぎれてしまっていることを。サスケちゃんです。いや、みやみこです。というエメオさん、昨日ね、バーベキューしてきましたよ。おー、夏っぽい。今年いいな、初のね羨ましい。シュメルのね、メンバーとね、豊洲のキラナガーデンってとこに行ったんですけど、はいはいはい。なんでバチクソ暑かったっすよ。日陰ないの？川っていうか海が見える方のちょっと室内みたいなところでやれるんで、直射日光とかなかったんですけど、ただね、やっぱね、それでも暑かったね。エアコンとかあるんですけど、ただやっぱね、暑い中でみんなでね、肉焼いてね、ソーセージとか肉とか食らってね、お酒を飲むっていう、ちょっとこの原始的欲求。野菜は一回も出てこない。野菜はいいです。まあ野菜もあったけど、玉ねぎとか、あんまりこうみんなでバーベキューっていうのをこの数年してなかったなと思い返してみるとね。でもやっぱそういうところに行って、仲間たちとお酒を飲むっていうね、ちょっと仕事とはね、関係ない部分であるんですけど、なんかこういうところで生まれる一体感とか、夏だなっていう高揚感とかね。まあね、人間の喜びの一つよね、祭り的なものはね。いや、そうなんですよ。ただまだね、夏は終わってません。今日も東京も36、7度とかかな。やばすぎるんで、夏を乗り切るっていうことで、いろいろ皆さん楽しいことしてると思うんですけど、バーベキュー以外でね、ちょっと夏にね、おすすめのレジャーとか場所とかね、あればね、ぜひね、教えていただければと思います。今回はアメリカ・ジョージア州で起きた非常に胸くその悪い医療事故をご紹介します。生まれてくるはずの赤ちゃんが分娩中に亡くなってしまうんですが、病院はその死因を組織ぐるみで隠蔽しようとしたんです。赤ちゃんが分娩中に亡くなっちゃうって相当さ、心が痛む事故じゃない。それを病院が隠蔽しようとしてたなんですよ。傷口に塩塗られるようなもんで相当やばい対応してたんじゃないの？いや、ほんとそう思いますよ。待望の第一子を迎えるはずだった若い夫婦。しかしこのお産っていうのは医師の間違った判断によって非常に無謀なものになってしまうんです。切らない医師。2023年7月9日、アメリカ・ジョージア州リバーデイル、夜9時頃、サザンリージョナルメディカルセンターの分娩室に悲痛な叫び声が響いていました。お願い、今すぐお腹を切って。泣きながら懇願するその女性の名はジェシカ・ロス。陣痛が始まってからすでに10時間、難産となり苦しみ続けていたジェシカは帝王切開に切り替えてほしいと必死で医師に訴えていました。出産に立ち会っていた夫のトレビオン・テイラーも同じように訴えますが、担当医のトレイシー・セント・ジュリアンは聞き入れようとしません。いいから生きんで。まるでジェシカの苦痛を一切考慮していないかのように大声で指示を出し続けるセント・ジュリアン医師。彼女は産道から顔を覗かせている胎児をつかみ、その頭を力任せに引っ張ります。実はお産を始める前の母親ジェシカの状態から難産になることは予見できたはずでした。セント・ジュリアン医師はその事情も加味し、夫婦が信頼して任せたはずの医師だったのですが、時は遡り、その日の早朝、ジェシカは目覚めると同時に隣で眠る夫トレビオンに声をかけました。トレビオン起きて、破水したかもしれない。驚きと同時に込み上げてきたのは大きな喜び。ついに待ち望んでいた第一子を迎える日が来たのです。ジェシカと夫のトレビオンはすぐに病院へ向かい、そのまま緊急入院。ジェシカは妊娠37週で経過も良好。しかし一つ気がかりなことがありました。それは彼女が妊娠糖尿病を患っていたこと。妊娠糖尿病とは妊娠中に血糖値が高くなる状態を指し、お腹の赤ちゃんが大きく育ちすぎてしまい難産になる恐れがあったのです。入院後、ジェシカはすぐに分娩室へ移りました。担当のセント・ジュリアン医師は産婦人科の認定専門医で約20年の経験を持つベテラン。彼女に任せておけば難産になったとしても適切に対応してくれるとジェシカも夫のトレビオンも信じていたのです。
陣痛が始まってからおよそ10時間後、セントジュリアン医師は分娩台を前に険しい表情を浮かべていました。まずいわね。懸念していた妊娠糖尿病の影響からか、ジェシカは健康難産と呼ばれる状態に。胎児の頭が出たところで、両肩がジェシカの骨盤に引っかかり動かなくなってしまったのです。これは産科でも極めて危険とされる緊急事態でした。母体にも相当な負荷がかかり、ジェシカは何度も帝王切開の切り替えを懇願しました。ところがセントジュリアン医師はなぜか彼女の訴えを聞き入れようとせず、そのまま産ませる経腟分娩にこだわったのです。セントジュリアン医師はその後も数時間にわたって胎児の頭を引っ張り続けました。そうしているうちに産道に引っかかっていた胎児はいつしか完全に心拍停止していました。夫婦が帝王切開にしてって言ってるのにさ、なんでこの医師は堅くなに引っ張り出そうとしてるわけ？赤ちゃんを。何？子供と母体が安全第一なんじゃないの？これは断定はできないんですけどね。このことにはセントジュリアン医師がキャリア20年の大ベテランだったということが関係してくるんです。これ優秀な人ほどハマると引き返せなくなるっていうね、心理状態が関係しているんです。というわけで本日のメトラーキーワード、コミットメントのエスカレーションについて。コミットメントのエスカレーションとは、費やした時間や労力を無駄にしたくないという思いから、たとえうまくいっていなくても当初の方針を変えられなくなる現象。撤退するどころか同じ方法にさらに時間や資源を投入し、結果的に損失を広げてしまうことがあります。赤字事業から撤退できない企業の判断などがその代表例です。またこの心理状態は割いた時間や労力だけでなく、自分の判断が間違っていたと認めたくないという自己正当化が要因になることもあるとされています。極めて危険な健康難産の状態にもかかわらず、何時間も経腟分娩を強行しようとしたセントジュリアン医師。約20年のキャリアを持つ彼女には、自分の判断が間違っていたと認めたくないというプライドのようなものがあったのかもしれません。こうして分娩中にね、我が子を失ってしまったジェシカたち夫婦。ここから病院は彼らに真実を悟られないように、信じられない隠蔽工作をするんです。ブランケットの下の真実。2023年7月10日の早朝、サザンリージョナルメディカルセンターには出産を終えたジェシカと夫のトレビオンの姿があった。暗く沈んだ表情の2人。担当のセントジュリアン医師から赤ちゃんが亡くなったことを告げられた彼らは、せめて我が子を一目見たいと遺体との面会を願い出ていた。準備ができました。こちらへ。病院スタッフに案内されたジェシカとトレビオンは、ブランケットに包まれた我が子を前に思わず涙を流す。本当はその腕で抱きしめ、その指に触れたかった。しかし夫婦に許されたのはガラス越しの面会のみ。病院からは遺体の状態が悪化するのを防ぐためと聞かされていた。そう、夫婦には知る由もない。ガラスの向こうに見える我が子がきつく締め上げられたブランケットでちぎれた首を固定されているなどとは。分娩中に引っ張りすぎて首が引きちぎれちゃったってことでしょ。いや悲惨すぎるわよ。これ、医師がね、赤ちゃんが傷つくことを一切考慮していなかったかのように、遺体がね、ボロボロだったんです。分娩室で胎児心拍モニターの反応が消失した後も、セントジュリアン医師は経腟分娩を続けました。数時間にわたって無理に引っ張り続けられた結果、胎児の頭蓋骨や顔の骨、頸椎が次々と骨折、そして首は切り離されてしまったのです。両親が帝王切開を懇願してからおよそ3時間後、医師はようやく手を止め緊急帝王切開を決断。お腹から胎児の体が、そして膣から頭が取り出されることに、病院は両親にこのことを伝えず、通常の難産による死亡と説明しました。また死産となった赤ちゃんがそれほどの外傷を負っているとあれば、通常は検視局への報告を行わねばなりませんが、病院はその報告をしていませんでした。そして報告がされていれば、公的予算による無料解剖が行われるにもかかわらず、夫婦に対し、あなたたちには公的解剖を受ける資格がないと断言。解剖が必要ならば自分たちで民間の病理医を雇うしかなく、費用が莫大になると話して必要に火葬を進めたのです。それらの言動に医療ミスの隠蔽の意図があったことはもはや明白でした。さっさと火葬して証拠を消してしまおうって魂胆でしょ。しかも夫婦に公的な解剖を受ける資格がないなんて真っ赤な嘘までついてさ、マジで最悪な対応じゃない。ここまで不自然な対応をされてはね、夫婦も違和感を覚えないはずがないんです。そして真実を知りたかった彼らはある医師を頼るんですが、実はその医師を頼った先にも一波乱が待っていたんです。もう一人の医師。
無料の解剖は受けられないと告げられ、必要に火葬を勧められたジェシカたち夫婦は病院のその振る舞いを不審に思っていました。そのため夫婦は病院に従わず、自費で$2500、日本円換算でおよそ38万円を支払い、第三者に我が子の再解剖を依頼することに。彼らが頼ったのはジャクソン・ゲイツという病理医。エモリー大学医学部で病理研修を受け、自身の病理検査関連事業も運営している医師でした。そしてゲイツ医師に解剖を依頼した翌日、夫婦は亡くなった我が子との再度の対面のため、防腐処理を担当していた葬儀社へと向かいます。その道中、遺体の状態を確認していた葬儀社から電話があり、夫婦はそこで初めて胎児の首が切断されていたことを知ったのです。なぜ病院が公的な解剖は受けられないと話し、しきりに火葬を進めてきたのか。この瞬間、夫婦は全て悟りました。全ては分娩室での医療ミスを隠蔽するためだったと。遺体はそのままゲイツ医師による解剖へと回され、その後すぐに検視局へ。夫婦は解剖前に我が子を抱きしめられると思っていましたが、その願いが叶うことはついにありませんでした。そして実は、医師による夫婦への裏切り行為は医療ミスとその隠蔽だけにとどまらず、彼らはこの後さらに耳を疑うような事態に見舞われます。それは解剖が行われた翌日の2023年7月14日のこと。ジェシカと夫トレビオンのもとに親族から次のような連絡が入ったのです。もしもし、あなたの赤ちゃんがインスタグラムに載ってるわよ。分娩室の事故以来、抱くことも叶わないまま解剖へ回されたはずの我が子がインスタに載っているという意味のわからない話をしだした親族。しかしそれは嘘でも間違いでもありませんでした。夫婦が解剖を依頼したゲイツ医師がジェシカたちの子供の切断された頭部を載せていたのです。さらに彼は胸部や頭蓋骨を切り開く解剖過程の動画や写真までもアップ。実のところゲイツ医師には病理医という肩書きの他にもう一つの顔がありました。彼はフォロワー1万人を超える医療系インフルエンサー。教育目的と称し、15年間解剖の様子を SNS に投稿していたのです。いやもう教育目的だったとしても、それも遺族に無断ででしょ。亡くなった子供の解剖動画 SNS で勝手に上げてさ、常識的に考えても絶対ダメじゃない。ゲイツ医師は動画投稿の理由について、亡くなった人がね、どのように被害を受けたのかを世間に知ってもらいたかったと言ってはいるんですけど、両親にね、許可を取ってないっていうのがまずありえないですし、本当に説得力もなくなっちゃいますよね。ゲイツ医師が勝手に我が子の解剖の様子を SNS 投稿していることを知り、ジェシカたち夫婦は直ちに彼に投稿の取り下げを求めました。するとゲイツ医師は要求に応じ動画を削除しますが、驚かされるのは彼のこの数日後の行動。ゲイツ医師はなんと先日削除要請があったにもかかわらず、ジェシカたちの子供の解剖の動画2本を改めて投稿したのです。2023年8月、夫婦は病院と執刀医を相手にそれぞれ不当な死と医療過誤の訴訟を提起。翌月にはゲイツ医師に対しプライバシーの侵害と詐欺の訴訟を起こします。2人が求めたのはベビーイザイアと名付けた新たな命がこの世に確かに存在した証を残すこと、そして彼の尊厳を取り戻すことでした。これに対して病院側は信じられない反論をしました。胎児は医師が引っ張る前にすでに死亡しており、首の切断は死後のこと、死亡の責任は医師にはないと。しかし当然のごとく病院のその言い分が通るはずはありませんでした。2024年2月、検視局は亡くなった赤ちゃんの死因を殺人と断定したのです。あまりにも強い力で引っ張られ続け、首の骨が完全に破壊された結果、ジェシカのお腹の子は命を落としていました。検視局は執刀医を含む3人の医師について州の医療当局に調査を要請。2026年現在も裁判は続いており、今後の動向が注目されています。一方、亡くなった赤ちゃんの解剖動画を SNS に投稿したゲイツ医師は裁判所からの呼び出しを全て無視し、一度も法廷に姿を見せませんでした。結果、審理なしで遺族の主張が認められ、ゲイツ医師は有罪判決に。事件から約2年後の2025年6月、陪審はゲイツ医師に$225万、日本円にして約3億4000万円の賠償金支払いを命じました。病院にも個人的に信頼してた解剖医にも裏切られちゃったらさ、こんな形で何も信じられなくなっちゃうわよね。本当にね、お医者さんに裏切られたら僕ら素人たちは頼るところなくなっちゃうんで、医療従事者の方にはなんか自分の承認欲求とかプライドとかじゃなくてね、目の前の一つ一つの命に誠実に向き合っ
ってほしいなってね、本当に思いますよね。通常の啓蟄分娩を続ければ危険な状況において頑なに帝王切開へ移行しようとしなかったセントジュリアン医師、そして胎児の首が切断されるという異常事態を組織ぐるみで隠蔽した病院、さらに被害者夫婦に思いを託されながらも SNS で遺体の解剖を見せ物にした病理、それぞれの医師が何を思ってジェシカたち夫婦の子を存在に扱ったのかは分かりません。ただ自分の判断は間違っていないというおごりや SNS で注目を集めたいという承認欲求がそこにあったとしたら、事件の当事者はいずれも医療従事者にかかわらず自分たちが一番に守らねばならない命を軽視していたように思えてなりません。皆さんはプライドが邪魔をしてやめなければならないタイミングで引き返せなくなってしまったことはありますか？オーソンスケンちゃんです。いやー、みやみこです。最近視聴者さんからね、 YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうね、ちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことやってんのかってね、結構コメント来るんですよ。でね、こう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね、7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね、1ヶ月やってたんですけど、この度ですね、7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もね、かなり多くいただき、なんとね、夏休み特別キャンペーンとしてね、8月末までね、伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで、8月末までにね、入会してくださった方は、なんと1週間もね、無料で全部の動画見れます。おー、無料だったらね、そのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけで、この秘密結社アルゴメトリーでは、 YouTube のね、アルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもね、このサロンのね、醍醐味かなと思います。本当視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね、動画だけでも十分価値があっただったりとかね、メンバー同士のね、交流がね、本当に生きがいですっていうね、そういったコメントもね、多数ね、いただきます。通常はね、月額がかかってしまうんですけど、今ならね、8月末までね、入会してくだされば、1週間はね、無料で見られるんで、4月が好評だったから8月までね、こう延長したっていうね、ほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらね、もう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画見てくださってる方はね、本当に無料なので、ぜひね、一度ね、概要欄とか固定コメントの方からね、秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。あなたは何をしてでもいいからとにかく注目されたいと考えたことはありますか？2024年10月、イギリス・ロンドン。インタビューに応じるこの女性はボニー・ブルー26歳。イギリス出身の成人向けコンテンツクリエイターです。彼女は過激な配信を次々と行い、その度に物議を醸しながら活動開始からわずか2年で世界的な有名人となりました。複数の SNS で何度もアカウント停止やコンテンツ削除の措置を受けつつも、炎上するたびに知名度が上がる女性とまで呼ばれるようになったボニー。しかしあまりに過激な活動の代償は3カ国からの入国拒否だったのです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。